中のドライブ、食べて運転してまた食べてまた運転、謎のご当地グルメの再現にも成功。今回は大自然の中、大産地です。全くどやれないんですが、なんとか中から開きました。この日は全然人がいなくて、少し開放感を楽しみました。しかし夜も遅いので、防犯のためにそろそろロックをかけましょう。雨だし寒いかなと思って持ってきたんですが、絶対暑いこれは今ちょうどいいんですけど、これをだから敷布団みたいにして寝ようかな。快適快適そう、私換気扇の穴を塞ぐ手段を考えてなくて、換気扇のところが丸見えだったのでタオルをかけました、結局で、これ買ってきました。ダダダダダダダ、ワインみたいなぶどうジュースこれをちょっと飲んじゃおう。レジュース、アメリカのリンゴです。リンゴじゃないアメリカのブドウでした。まあ何でもいいですおー、いただきます。ちょっと下向いててすごく甘い。おやすみなさい。おはようございます。52%。5月の山梨の朝はまだちょっと寒かったので、温かい朝ごはんにしてよかったです。いただきます。ワンタンとほうとうと、あと餃子の皮を合わせたみたいなそんな感じ。形が不思議な形をしてるので、もちっとしてるところとペラペラで、ワンタンみたいなスープに合う豚が入っているから、豚汁みたいな味。優しい豚汁。朝にぴったりです。スプーンで食べてるから、私もスプーンで食べよう。わ、山が出てきたけど、すごい雪積もってる。ちなみに入れるべき野菜はかぼちゃ、大根、ごぼう、里芋、人参、きのことなので、人参は入れましたが、その他は見事に裏切った感じになりますあるもので作ってしまいましたが、すごく美味しかったです。
新しいものを知れてよかった。駐車できるのは10時までなので、ちょっと急いでお片付け。この寝袋、畳んだりしないで無理やり押し込むのが早いです。気づいたらものすごくいいお天気になっていました。せっかく遠くに来たので、ちょっと観光も楽しみたい。ガタガタ音がしてうるさいんですが、これルーフキャリアの音なんです。山に向かって車を走らせます。千代田湖はヘラブナが有名と見たんですが、どれが駐車場なのか入っていいのかわからなくて U ターンもできずに先に進んでしまいました。ロープウェイに乗り換えました。ここで富士山の登場。なかなかスリリングな道です。山梨や長野の山ってキリッとしててかっこいい。さて、岩で有名なこの山、登れる岩のてっぺんを目指すことにしました。風が本当に爽やか、気持ちいい。おー、すごい岩が見えるかな。岩が出てきた。こうやって岩が多い山って松ぼっくり、松が多いような気がします。松はどこでも育つのかな。高い。もうちょっと。なんか世界で一番上に立ってるみたい。あっちの方が高いんだ。高い階段だ。よいしょ。ゴール。大
大して登ってないですけど、こんな絶景が見れました。なんか足がゾワゾワしちゃう。もうさ、もうスマホ落としたら取りに行けないから怖い。うわ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 ダメ、ここまでですね。多分行っていいな、ここまで。トンビかと思ったらカラスだった。もうダメだ、ゾワゾワが止まらないし、降りる方が怖いと思うので、真剣に降りていきたいと思います。うおしか出ない。怖い。松さん、ごめんなさい。よいしょ。すごいね。こんな岩場がんとこに生えて、さっきからトカゲがいっぱいいますね。ありがとうございました。どっちだっけ？こっちか。ねえ、もしかしてやってしまった。前に岩場で磯釣りした時にも同じことしてここをつけたのに、また穴開けちゃいました。またなんかつけとこうかな。これなかなか買えないんですよ、このズボン。これで出るの嫌だな。まあいいか。はい。今ですね、ここは荒川ダムっていうところに来ました。近かったのでちょっとやってみようかなと思って来ました。たくさん歩いてお腹空いちゃったんで、ちょっとやりたいことがあるので、また見ててください。やります。山梨と言ったら信玄餅。もう私はもう絶対これです。小さい頃からこれをいっぱい食べたかったんです。これって食べ方は人それぞれいろいろありますよね。ここに出して食べる人もいれば、真ん中はそのまま食べて真ん中に蜜を入れるみたいな人もいて、いろんな人がいます。今日はちょっと特別です。えい。はじくね。うわー、おいしそう。それではいただきます。これはいくらでも食べれる。くっついちゃったから2個のまま食べちゃう。これは信玄もびっくりするよ。うん、
番幸せな瞬間だったかもしれない。ごちそうさまでした。ラーメン食べたい。ちょっとダム見に行きますか。体が重い。荒川ダム。こんな感じで今回の車中泊の旅はおしまいになります。お腹いっぱい。ちょっと気になっている釣り場が何個か山梨にあるので、そこをちょっと寄り道しながらゆっくりと帰りたいと思います。それでは前編後編ときっと長くなっていると思いますが、最後まで見ていただいて本当にありがとうございました。またよかったら一緒に旅をしていただけると嬉しいです。バイバイ。